大家好，我是女神异闻录夜幕魅影的制作人老魏。大家好、ペルソナスタジオプロダクションマネージャーの和田和久です。大家好、ペルソナスタジオのビジネスプロデューサー、本作 P5X のアトラス側のプロデューサーを担当します宇田陽介です。大家好、ペルソナスタジオのシナリオプランナー新田祐介です。P5X では CBT3 から開発ディレクター兼メインシナリオプランナーを務めさせていただいております。那么本次的节目呢是女神异闻录夜幕魅影公测前的特别企划。我们这次呢邀请到了女神异闻录工作室的各位创作者，也是我们 P5X 的共同开发者们一起来聊一聊这款游戏。那么首先呢，对一直以来期待并支持 P5X 的玩家朋友们表示感谢。皆様、ご声援本当にありがとうございます。那么 P5X 即将迎来公测，在这个难得的机会下呢，我想和各位一起聊一聊 P5X 还有女神异闻录系列。那么首先我想请这个和田先生再给我们介绍一下这个女神异闻录系列。ペルソナシリーズは1996年に第1作が発売されて以来25年以上の歴史があります。2006年かな6年です、はい、6年のペルソナ3、これでですね、結構今までのシリーズからイメージとか世界観を一新して、またそれから先のタイトルっていうのは、そのナンバリングごとに各テーマで洗練していったっていうようなタイトルになっております。2016年に発売されたペルソナ5、これを経てですね、2019年に発売した P5R、これをもって僕らのゲームとしての、その RPG としての集大成といえるそのストーリーであったりゲームシステムっていうところがある程度しっかりとできたかなと思っておりまして、結構世界的に皆さんから評価されて、で、いろいろな賞をいただいたっていうようなそういったタイトルになっております。确实就是在这么多的系列的沉淀之下呢，就是女神异闻录系列在全球都收获了非常多的这个粉丝。那么在中国的话呢，有很多的这个玩家是从 P3 阶段就开始接触到这个系列了，然后在 P4 阶段的话呢，就是逐步的开始在中国地区呢积累这种热度和关注度然后在 P5 阶段就实现了一个完全的破圈和这个非常非常大的一个影响力。那么可以说呢，就是说P5是这部作品呢，就是在实现了非常大的一个成功，然后玩家呢也在逐渐的就是喊出了这个 P5 天下第一的这个口号来表达对这款游戏的一个喜爱。然后可以说呢，就是说在目前的这个中国玩家群体中 P5 就是认知度和热度最高的一款作品。ありがとうございます。ペルソナ5は頭身をね 3D モデルの頭身を今のリアル頭身に上げて、で舞台もね東京を舞台にしたっていうところで、かなりよりゲームの世界に没入できるようなになった作品であることも一つ大きなポイントだったんじゃないかなと思います。また結構強いメッセージを赤を基調とした強いビジュアルでかっこよさを追求していったっていうのも一つすごく良かったのかなと思います。やっぱ何といってもその P5R である程度しっかりと完成した単性バトルだったりとかシステム、この辺を追求していったっていうところも非常に大事だったんじゃないかなと思います。僕はペルソナ3が一番初めて、制作に関わった、ペルソナシリーズのゲームでして、なのでペルソナ3が一番自分の中で印象に残っています。さっき和田も言いましたけど、大きくもう本当にガラッとシリーズのトーンを変えた作品でしたので、そういった現場に立ち会えたこともとても印象深いです。でもちろんとはいえペルソナ5はペルソナ5のプロモーションから、関わってまして、ペルソナ5のプロモーション、PQ2 ペルソナ5と、他の P3、P4 のキャラクターたちが、マッチングしながらゲームをしていくんですけども、PQ2 のプロモーション、あと、P5S のプロモーションとペルソナ5シリーズのほぼ全てのプロモーションの責任者を務めてましたので、そういった意味でもペルソナ5とても印象深いタイトルだなと思っております。ペルソナ3の時は
企画だったもん。そうです。ペルソナ3の時は企画で、レベルデザイナーとかシナリオの一部とか作ってまして、本当若かったです。27、8の時に作ってたんですけど、はい。本当に印象深いです。はい。僕の場合はですね、一番印象に残っているのは P5S という作品で、ペルソナ5の続編にも当たるものなんですけど、続編ということですごくプレッシャーも大きくて、シナリオをどのように展開していくかというところもかなり考察を経て制作したんですけど、その中で光栄さんとの共同開発だったので、そこで互いのクリエイティブを出し合ってですね、で魅力的な新キャラクターが生まれたり、ペルソナ5のメンバーたちをもっとさらに輝かせることができたので、あの作品が一番印象深いということは、今回パーフェクトワールドさんとご一緒に開発をさせてもらっている中で、力としても活かせるんじゃないかと思っているので、そうですね、私自身がメインシナリオ P5S も携わったこともあって、非常に印象に深く残っています。逆にどういったペルソナのタイトルが一番印象深く思ってますか？那么我的话呢，我觉得如果除了 P5X 的话呢，给我印象最深刻的应该是 P5的无印版啊。那么我在做 P5X 的时候，其实每次都会去回忆自己第一次接触到这个女神异闻录5的时候的那种感觉，还有呢就是说第一次通关这个女神异闻录5的那种感觉。那么初次遇到 P5的时候呢，给我的第一印象是那种视觉的风格、视听的风格所带来的那种惊艳的感觉。然后在游玩的过程中呢，我会沉迷于就是这个当怪盗和这个都市生活这种非常趣味的玩法的这种趣味感。然后在最后通关的时候呢，这种高沉浸感的剧情，然后又会让我觉得非常的感动，也非常的意犹未尽。所以在开发就是 P5X 这款作品的时候，我也非常希望能够通过这款作品再找到这种感觉，然后能够带给更多的玩家这种经验，然后也很有趣，然后也让人意犹未尽的感觉。そうですね。P5T は、ペルソナでシリーズ初のストラテジー RPG っていうところに、初めてね、いろんな挑戦を込めたタイトルだったのかなと思います。で、ペルソナ5のスピンオフタイトルとして、結構その劇場版みたいな形で、ぎゅっとこう集約したような、高密度な物語になっております。で、キャラクターのデザインも、そのゲームのビューに合わせて一番それでかっこよく見えるようにデザインを一新しまして、よりスタイリッシュでテンポのいい、ゲームに仕上がったなと思っています。タクティカのシナリオ、メインシナリオライターでございます。ギュッとしたやつを作ったのは彼です。いやもちろん僕だけではないんですけど、僕も、一員として P5T には関わらせていただきました。P3R なんですけども、これも本当に18年ぶりのリメイクというところで、オリジナルからの最大の変更点としては、やっぱりグラフィックと、操作性、利便性っていうところ、ここを重点的に、リメイクしました。で、目指したのはペルソナ5のように遊べるペルソナ3なんですね。なんで、リメイクとしてやっぱりこのオリジナルの魅力っていうものはしっかりと余すところなく再現しつつも、今回の本作でしかないビジュアル表現っていうものを追加して、これまでのノウハウを生かした、バトルとかこういったシステムとかも、構築しまして、で、リンクエピソードっていうものもあって、こういうものをはじめとしてキャラクターの深掘りっていうものも、追求してきました。で、オリジナル版を遊んだ、人たちにも懐かしくも新しいっていうゲーム体験っていうのをお届けできたかなと思ってます。で、P5X はどんな感じ？ P5X はですね、P5X は、ペルソナユニバースの一作品として、スマホのプラットフォーム向けにですね、作った、ゲームとなっているという感じです。で、P5 の原作に慣れ親しんだお客様にも遊んでいけるように作ってますし、で、P5X ではまたアルタのね、シナリオとかキャラクターたちがたくさん出てきて、P5 を遊んだお客様も P5X から初めて入るお客様もですね、両方に遊んでいただけるような作りになっているかなと思います。
那么希望玩家们可以通过 P5X 呢，可以更加喜欢整个女神异闻录系列。那么 P5T 和 P3R 呢也已经正式发售了，在全球呢都获得非常不错的成绩。那么其中来自中国玩家的这个数量也是突破新高。P5T と P3R は、マルチプラットフォームで反対時間帯 G のでですね、同時リリースされてまして、本当に中国のユーザーにとっても身近な、存在になったんじゃないかなと思いますし、実際の売り上げでも、中国のユーザーの皆さんかなりの多くを占めていると思っています。なんで本当に中国のユーザーの皆さんにご支持いただけることを本当に感謝しています。那么与此同时呢，我想告诉各位一个好消息啊，就是 P5X 的全球预约人数已经达到了1000万人。すげえ。1000万。すげえ。ありがとうございます。谢谢。ありがとうございます。谢谢谢谢，然后也请各位玩家继续支持 P5X。那么 P5X 呢，作为一款能够延续《女神异闻录5》世界观的作品，那么另一方面呢，也是一款长期服务型的游戏，将不断的推出新的内容。那么与系列常规的这个买断制形式呢，是有很大的这个区别的。那么能做到这样的突破呢，离不开呢这个黑羽工作室和阿特拉斯进行了非常深度和全面的合作。那么相信呢，玩家朋友们对于 P5X 的全新剧情是非常的期待和好奇了，所以我也想請這個新田先生來給大家介紹一下這部作品的劇情部分。そうですね、本作の世界観とかプロット制作にあたっては、まずペルソナ5を知る方に楽しんでいただけるのはもちろん、ペルソナシリーズを知らない人にも触れやすくて楽しんでいただけるような物語をっていうのが発想の一つでありました。これまで P5 のスピンオフって何本かあるんですけども、それらですでに試みられていたことを除外すると P5X の着想は原作のもう一つの選択という方向性をベースに生まれました。同時に物語全体をつなぐ新たなキーワードとしては、歪んだ欲望との対比である無欲というコントラストに着目しまして、これは現代社会にも通じる思いだとか、個々の心の奥底にある深層心理だとかですね、人が無意識のうちに被る仮面との関連性とも強く合致しているなと思ったんですね。それを踏まえて、なぜこの世界には欲望がないのか、どうすれば欲望を持ちることができるのか、どう欲望を消化すれば世界を変えることができるのかといったことを突き詰めて、全く新しい主人公たちが今回誕生したという経緯になります。那回想刚刚确定这个方向的时候就是我们黑羽公司的小伙伴们都非常的兴奋，然后也做了很多的探讨，然后呢，大家都在想象说，在 P5X 的这个世界中呢，既能看到我们熟悉的一些角色和元素，然后呢，又能看到一个全新的怪盗团即将出发，展开一段全新的剧情，这是一种非常奇妙的感觉。ストーリーを作る上でもう一つ考えたのが、原作である P5 メンバーたちをどうやって P5X のストーリーに絡ませるかっていうところですよね。原作キャストを介入させすぎると、P5X のキャラクターたちの役割だとか魅力とかもちょっと落ちてしまうことが懸念でもありましたし、もちろん新規ユーザーは P5X の主人公たちを知って楽しんでもらうので、その方たちがもう楽しみきれないんじゃないかという懸念もありました。その一方で原作キャラクターたちが大好きな人たちもいらっしゃると思うので、冒頭の主人公対主人公だったり P5X 怪盗団 P5 怪盗団たちの交流などですね、2つのメインキャストを互いの世界に関わらせることで P5X の物語をより魅力的で刺激的のあるものにできるんじゃないかなと考えるようになりました。そしてそれは本作 P5X のメインストーリーにおける大きな伏線の一つにもなっているので、P5 の心の怪盗団を愛するプレイヤーの皆さんもどうぞご期待ください。是的，这个整个这样的一个设计，其实在我们看来是非常非常大胆，也非常新鲜的。在制作的过程中呢，整个我们的团队也因为制作这样的内容，然后也感到非常的兴奋和雀跃，大家的积极性也非常的高。ペルソナに限らず、JRPG 優れた JRPG のゲームって、シナリオシステムと、
ゲームシステムが密接に噛み合ったものになっていると思うんですよね。で、P5X において、新田が心を砕いて監修したり制作したというところにおいては、そういったその絡み合い具合というか JRPG っぽさ、それがアトラス、ヒーター、ペルソナのゲームっぽさにもつながっているので、そこにかなり心を砕きました。とはいえモバイルゲームなので、モバイルのゲームに最適にもなるように、調整をしていただいたと、パーフェクトラさんに調整していただいたと思っております。そこは本当に感謝しております。ありがとうございます。で、P5X でも原作でも好評を博したダンジョン探索、とても好評をいただいてるんですけど、そういったレベルデザインのところの楽しさとかもきちんと踏襲して作っていただいてて、本当にいいゲームになってるんじゃないかと思っておりますので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただければなと思っています。那么作为主打移动端的一款作品呢，我们在保留P 系列和这个 P5的一些非常经典的一些设计和思路的这个同时呢，我们也希望针对这个移动端的特性做更多的优化和调整，然后让更多的玩家呢能够感受这个 P5的魅力。那么在这些的调整之下呢，我相信大家可以非常好的上手这款游戏啊，然后能够非常好的去感受，非常轻松的去感受这款游戏的魅力。那么聊完了 P5X 的创作的话呢，我相信各位玩家现在比较关注的呢是 P5X 的公测。那么 P5X 呢在半年前已经拿到了版号，这段时间呢我们主要在对这款游戏做持续的优化以及稳定性的提升。那么3测后呢，我们对游戏进行了将近1000条左右的这个优化，包含了各个的环节。那么同时呢，我们也在积极的准备后续的版本内容，像全新的剧情啊，然后角色呀、宫殿等等，包括大家非常关注的这个IP 联动的部分。那么也会有更多的内容的储备。我们有信心呢，公测版本能够让一直期待 P5X 的玩家们满意。那么关于这个 IP 的这个联动呢，我想请这个玉田先生再给我们再介绍一下。P5X ではペルソナ5のキャラクターたちと、P5X のキャラクターたちが火花を散らし、共闘するようなコラボレーションイベントは用意されていると聞いておりますし、それがとてもいいものになっているというふうに確信しております。で、今後、P5X、クロスですよね、交差していくという意味では P5 以外のペルソナ IP ともできればコラボしていけばなと思っていますので、ぜひ皆さんにも楽しみにしていただきたいと思っていますし、ずっと P5X を続けていったらいろんなペルソナのキャラクターたちと会えるんじゃないかなと思っております。那么相信有玩家已经会猜到接下来将会有哪些作品会先行进行联动呢？コラボストーリーに関しては、異世界の歪みと意識の交差がイレギュラー的に起きた事象であって、P5X メンバーと他世界のメンバーが不思議な空間へと誘われます。その場所からはとある条件を満たさなければ脱出することができません。でもメンバーたちは互いに協力し合い、なぜそのような空間が生まれたのかといった謎を紐解きながらも絆を深めて強力な敵へと抗うお話になっています。個性豊かな互いのメンバーが繰り出すコミカルでスタイリッシュなコラボストーリーをどうぞお楽しみに。P5X のグローバル展開に関しても前向きに検討していきたいなと思ってはおります。真的吗？那真是太期待了。然后其实我也非常希望 P5X 能够在更多的地区上线，然后让更多的玩家能够感受到这款游戏的魅力。好，那么节目的最后呢，我想再正式的感谢所有玩家一直以来对于 P5X 的支持和喜爱。那么中国大陆地区呢，将于4月12日正式开启公测。那么相信 P5X 呢会让各位玩家满意。那么 P5X 呢也有信心陪伴玩家经历一个又一个的冒险。好，那么谢谢大家的收看，我们公测再见。再见。